はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。全国3000万の貧乏人の皆さん、来たる老後に備えてますか？貧乏派遣社員の私は、4月から今の職場で働き始めましたが、そんな私は、老後に備えて、ある行動を始めました。それは何かと申し上げますと、そうです。国民年金の追納です。私は2020年に約20年間勤めた会社を辞めました。会社を辞めた理由はこちらの動画をご覧ください。そしてご存知のように会社を辞めると加入する年金は厚生年金から国民年金へ切り替わります。ただし当時無職になった私は国民年金の保険料を払えるお金がなくはなかったのですが免除申請をしました。免除申請をすると条件によっては一定期間国民年金保険料を1円も払わなくて済みます。イエーイ。しかし残念ながらその期間分の年金は減ってしまいます。ある YouTuber の男性は金融資産が6000万円以上あるにもかかわらず会社退職後国民年金の免除申請をしていました。年金なんて10年ぐらい生きれば元が取れるし、しかも終身保険です。つまり生きている間はずっともらい続けられるとても有能な保険であるにもかかわらず、その男性が保険料の免除申請をした意味が私には分かりません。ちなみにたとえ金融資産が6000万円以上持っていたとしても国民年金の保険料の免除できてしまうのがこの制度の不思議なところでもありますが、ちなみに私はその方の動画をちょっとしか見ていません。だからそれがもし事実だとしたらもったいないなと私は思いました。で、話を戻しますが、2020年に無職になった後、私は派遣社になったり辞めたりを繰り返し、そして無職になるたびに国民年金の保険料を免除してもらってました。ただし今年の4月からついた今の派遣の仕事は長く続けると私は思っているので、今回これまで免除してもらった国民年金の保険料を払おうと考えたのであります。それはなぜか、国民年金を追納すると将来もらえる年金が増えるからです。去年の話になりますが、去年の動画のどこかで2023年ショックを受けたことベスト3という動画を作りました。発表していなかった最後の3つ目というのがまさに将来もらえる年金の金額のことになります。去年のある時、私は年金ネットでその当時の段階での年金金額を試算してみたら、まさかの月額9万7000という結果にものすごいショックを受けたのであります。月9万7000円ですよ。残念ながらその金額を落としたスクリーンショットを私は誤って消してしまいました。確かにその当時というのはですね、無職2回目で、また保険料も免除してもらっていた時期でもあったので、その資産金額になったと思われます。そして今仕事に就いた私はまさに国民年金の追納をやってる最中であります。私が保険料を免除してもらった期間は21ヶ月。金額にして34万8950円。結構な期間と結構な金額になりますね。しかし今、再び仕事に就いて厚生年金を払い出したこと、そして追納完了したことを条件に加えると、私が将来もらえる年金の月額は先ほどの9万7000円から10万1109円に増えるのであります。ちなみに国民年金の追納方法をお話ししますと、別に年金事務所に行く必要はないです。最初私、年金事務所に行って追納の手続きをしようと思ってたんですよ。ただし年金事務所って平日の朝から夕方までしか営業していないお役所仕事なんですよ。だから平日仕事の人は行けないんですよ。
ただし年金事務所は月1回だけ土曜日に営業していて、私行ったんですよ、わざわざ1ヶ月待って。そしたらですね、なんと土曜日は相談のみで事務手続きはできないんですって。追納することを決意して、土曜日の営業をして、一月待って、そして年金事務所に行って30秒で終了。私は年金事務所で唖然としました。そこの年金事務所の職員さんに言われたのが、ネットでもできますのでの一言。私は帰宅後腹を立てながら年金事務所のホームページをくまなく見てみたら、正確に言えばホームページから国民年金の追納を申し込めるのではなくて、申し込むための用紙をダウンロードできるということなんですよ。そしてその用紙を最寄りの年金事務所に郵送する。すると10日後ぐらいにこのような振込用紙が手元に届くという流れになります。日本は所詮紙文化です。ちなみに私が選んだ追納の方法は毎月払いです。基本この振込用紙を使って金融機関やコンビニで保険料を払うのですが、一括で払うか、3ヶ月に1回払うか、毎月払うかはその個人が選べます。私にはそんな保険料一括で払えるお金なんてあるわけないので、派遣の給料が出たらその翌日ぐらいに振り込むという方法にしました。そして私はすでに3ヶ月分追納したので、残りは18ヶ月の29万8000円となっております。なので無職の皆さん、お金がないからといって国民年金の未納だけはしてはいけません。未納すると年金をもらえる権利が与えられません。なのでせめて免除申請をしましょう。申請が通れば減額はされますが、年金をもらえる権利は与えられます。ということで本日は年金のお話をしましたが、今現在50歳の私は最短であと10年待てば年金をもらうこともできます。そうです。年金の繰り上げ受給ってやつです。早くから年金をもらえる分減額はされますが、もらおうと思えば60歳から年金をもらえます。私もそういう年齢になってしまいました。仮に60歳から繰り上げ受給をした場合、月の年金金額は私の場合7万6千になります。繰り上げ受給もありかなと私は少し思ってます。よかったら皆さんのご意見をお聞かせください。ということで本日の動画は以上です。もしこんな将来に不安を抱え国民年金の追納を始めた派遣の男に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。